ますよ。ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。高原さんのリクエストに応えたんですよ。見てください。カプチーノです。でもコーヒーのことですよね。カプチーノって。ポタージュです。よーく見てください。コーンが入っています。あれ、そうだったんですか？ポタージュってコーンがぐちゃぐちゃになったやつのことかなって。じゃあぐちゃぐちゃにしましょうか。フレッシュなオレンジジュース。フレッシュって英語で書いてます。すいません。本当はちゃんと探してみたんですが、売ってなくて。あ、それは今焼き上がります。どうぞ。ごめんなさい。クロワッサンだけは見つからなくて、昨日一日探し回ったんですけど、一応クロワッサンジュースもないかなって当たってみたんですが、それもなかったです。いえ、確かにチャーハンばっかりじゃ飽きるかなって思いますし。明日からどうします？同じのを用意しましょうか？じゃあ今日は範囲を広げて山の方まで探してみます。なんとかクロワッサンを見つけますね。え？本当ですか？え？当然ですよ。元気100倍ですよ。
よう来たの。何が欲しいんじゃ？いいものが出るとよいの。拾わんのかいの。スライミーじゃな。開けて手にのせてみ。スライミーじゃよ。
何その菩薩様みたいな笑顔。あれが、何が？寝る子は育つってやつよ。なんで胸見んのよ。あんたって男子校だから女の子に免疫ないんじゃなかったっけ？免疫が？ありますよ、一応。何ですか、いきなり。そこまでシンプルな生活してませんよ。ちゃんと予定通りこなしてます。高原さんとは違うんです。どう見たって宿題をしている気配はないです。本当に追い込まれると頑張れるタイプなんですか？まあいいですけど。でも一つだけ悩んでる課題があるんです。自由研究の題材が決まらなくて。それはちょっと私が食いしん坊みたいになるじゃないですか。違います。チャーハンが好きなだけで食いしん坊とは違います。朝顔ですか。あれってもっと低学年の子がやることじゃないですか？そうだ、朝顔じゃないですが、ネギを育ててみるのはどうでしょう？私が毎日大量のネギをスーパーで買っていたら、おばちゃんがこんなの自分で育てた方がいいよって教えてくれたんです。いつかやってみようと思ってたんですが、研究にもなって一石二鳥ですね。よーし、ネギを育てるぞ。
じゃあ私がこれあげる。おいしいよ。坂を降りたところの食堂がやってたんじゃないかな。確か朝用のメニュー出してたと思うよ。モーニングセット。いらっしゃい。はいよ。ん？いいよ。いいよ。緑茶。ただの緑茶だ。はいよ。高原、お前もそうか。あの理不尽さに試されているような不思議な気持ち、なぜか癖になる。わかるよな。この島にもやっと分かり合える同士ができたようだ。もどかしい、もどかしいのがたまらん。
兄ちゃん、知らねえの？今流行りの謎生物だぜ。俺ら全員手に入れたんだぜ。違う。入ってるのはシーウッキーの卵なんだ。卵を塩水に丸1日入れておくだけで生まれるんだよ。これを育てて夏休みの自由研究にするんだ。俺たちの中で誰が一番大きく育てられるか競争なんだよ。外れもあるみたいだけどね。俺たちはみんな1回で出たけどな。それガチャガチャに関係あるのか？とりあえずかっこよく言ってみただけだよね。これ外れ引く流れだよ。詰まったね。時々あるんだよな。外れより恥ずかしくない？うわー、かっこ悪い。迷惑かけたの。100円を返すのとシーユッキーを渡すの、どっちがええかな。うわ、ダサ。結果だけ求める。こんな大人になりたくないね。あ、会議じゃん。よっあ、いらっしゃい。20万円ね。19万9980円足りないじゃない。あの子は少年団の会合に出てるわ。まだそこまでの時期じゃないし。なあハイリー、ちょっと聞きたいことがあるんだけどよ。都会って歩けばバイトに当たるんだろ？この島じゃバイトしたくても募集自体がほとんどないしさ、あっても現物支給とかだし、都会は1時間働くと800円もらえるって、マジ1000円 ?1 時間で札がもらえるのかよ。青、扇風機表に出してくれよ。中が熱くなるでしょ。これで我慢しなさい。うちはか。天然、これをラケットの代わりに使うと空気抵抗が強くなってトレーニングになるわよ。ほう、それはいい。物は使いようよ。おばあちゃんのぬか漬けめちゃくちゃ美味しいんだから。200年もののぬか床よ。すごいんじゃないか？ 200 年だし。江戸時代からあるぬか床よ。すげー。ああ、風は心地いいのに、この何とも言えない暑苦しさがあるな。天然、呼吸を抑えると肺活量が鍛えられるわよ。
なるほど。なあ、スターパックスって言ったことあるのか？人が働いている店先で何エロいこと言ってんのよ。だってフェチって。ああ、エロいぞ。エロちゃうわ。むっつりなだけだ。むっつりちゃうわ。言ってやれハイリ。また負けた。稲荷が強いんだ。負けたということはまだ上があるということ。俺はまだ強くなれるということだ。なんだ、お前らここにいたのか。ああ、並木、集会は終わったのか？滞りなく。島の祭りの打ち合わせだ。この島には海の祭りと山の祭りがあるんだ。海の祭りは観光客も多少来るぞ。そっちはお祭りというより風習みたいなものよ。見る人なんて誰もいないし、当該の人間に見せるものでもないわ。ま、そんな感じだな。高原は夏休み中はこっちにいるんだろ？なら海の祭りは見られるな。今年は何日だっけ21日よ。じゃあ今年は俺たちと一緒に祭りに参加しようぜ。だからそっちはお祭りじゃなくてただの風習って言ってるでしょ。ねえのみき、夏鳥の役ってもう決まってるんだっけ？少々揉めている。じゃあさ、あおちゃんや、今日はもうお上がり。今日は子供らも来ないようじゃしな。早めに店じまいしようかと思っての。一応俺らがいるんだけど。店先で卓球してるだけじゃの。ゴハこれで10対0。じゃそろそろ帰るか。まだ食べるの？普通の水道水じゃがの。だって。はい、かき氷お待たせ。飲み木たちは？たまには手加減してあげないとあいつ自信なくしちゃうわよ。それじゃあ私も帰るから。じゃあね。こんなところで？そりゃ、だって誰に見られるかわからないとこで強引なのは嫌いじゃないけど、せめて人気のないところでこんなことされたらそりゃ冷めるわよ。うちに来んの？
そうそっか。うちでなんだ。着いたわよ。あたしんちここなの。入って。あまり人に見られてもよくないし。いいから早く。とりあえずお茶入れるわね。そうよ。お父さんの仕事なのよ。お父さんは蝶の研究をしているの。そんなとこ、今は学会で日本を離れてるわ。本土の方でパート、連絡船の最終便で帰ってくるわ。そうね。こっからどうしたらいいのかしら。こういうの初めてだからよくわからないんだけど、任せちゃってもいい？でも勘違いしないでよ。誰にでもこんなことするわけじゃないんだから。あんただからキュンってきたっていうか、ドキドキしたっていうか、あんな風に抱きしめられるなんて初めてだったし、夏のせいなんだから。死ねー！百遍死ねー！そうよ。半分くらいはそうね。買ってきたのも混ざってるけど。触っちゃダメだからね。500万くらい。ガチ500万。それとかは異常型って言って珍しいみたいよ。昔は作ってたけど、最近はさっぱりかしらね。だって虫ってちゃんと見たら結構グロいじゃない？子供の頃なんで平気で触れてたのかしら。セミとかひっくり返したらやばいわよ。そういえばエビのお腹側ってセミっぽくない？エビとセミって名前も似てるわね。お夕飯できました。はい、漁港で取れたてのを分けてもらいました。高原さん、どうしましたか？座らないの？はい。そういうことを言うんですか？わけがわかりません。
セミはエビみたいな味がするのよ。はいりくん、お友達が来てるよ。や釣りに行かないか。夜釣りだ。おっと、やっぱり変だよな。さすがに夜は冷えるからな。さて、やっぱり脱ぐか。だってよ、夜空に期待されてるような気がしてな。褒めるな。いて！なんか乳頭にぶつかった。いや、これは紙くず。暗視スコープだな。さあな、案外寂しいんじゃないか。冷た何？てか寒い。やつめ、氷水飛ばしやがった。お家帰る。俺は帰る。
ふん。何が丸見えって？島の生活を満喫しているようで何よりね。